こんにちは、みえこです。今日はね、とっても小さい布をただ縫っただけの作品をご紹介しますね。キルト綿も使いませんよ。裏布とファスナーとこの小さい布だけで作る作品です。とても簡単ですよ。それではご紹介しますね。まず型紙を作ります。一番難しいのから作りますね。裏布を切ります。裏布ですが、裏側を表に使うので、色がついているときれいにできますよ。で、この曲線を利用してファスナーつけますね。この布の裏側に小さい布を順番に重ねます。もう何でもいいんですよ。大きくても小さくても。とにかく順番に並べます。そして布の端から2センチぐらいはこのように開けるといいですよ。待ち針をたくさんつけて端から縫います。これね、2センチぐらい端から縫い始めます。糸も切らずに順番に7ミリぐらいの縫い幅で縫いましたが、もっと大きくても小さくても大丈夫ですよ。縦でも横でも自分の縫いやすい方向、一方方向だけ縫います。そしたら水洗いしますよ。布の端が糸がこう出るようにゴシゴシ洗います。そしたら軽く絞って自然乾燥します。乾いたら拭く用のブラシあったら使っていっぱい出ている糸の長いものを切ります。
そしたらファスナーつけますよ。ファスナーは4センチぐらい布の端から出して針で留めます。布の表を見ながらまずは1回縫います。ファスナーより出ている裏布は切ってしまいます。今度は布の裏を見ながらもう一度縫います。このようにできます。そしたらこのファスナーの端を中に針で留めて、これ半分に折って表側を見ながら縫います。5ミリぐらいの縫い代で縫います。両方縫いますよ。次に裏側を見ながらもう一度縫います。1センチぐらいの縫い代で縫うといいですよ。ファスナーの端がちょうど当たるように縫います。で、マチが必要な時はここでマチを縫います。なくても大丈夫ですよ。そしたら表に返してジッパーを入れます。次にジッパーの端をきれいにします。ね、中心半分に折ってファスナーを針で留めます。で、これは今回は手縫いで縫いましたよ。ファスナーのこの端ですが、中に入れて始末しても
綺麗にできますよ。ここ持ってファスナー開けると開けやすいので、今回外側に出しました。で、中の裏布の端が気になるときはここ縫ってくださいね。これ完成ですよ。次、簡単な作品作ります。これね、四角いとね、とても簡単にできます。布の裏側に同じように小さい布をたくさん置いてミシンで縫います。そしたらやっぱり水洗いねしますよ。自然乾燥をしてファスナーつけます。このファスナー付けがとても簡単です。で、端まで縫いませんよ。2センチぐらい前で縫うのをやめます。縫い始めも同じです。そしたら裏側見ながらもう一度縫います。そしてファスナーの端を切ります。で、これ半分に折って先ほどと同じように縫いますよ。はい、できました。あとはジッパーを入れてファスナーの端をきれいにしたら完成ですよ。このファスナーの端はお好きなようにしてくださいね。ちょっと大きいサイズはこれですよ。自然乾燥終わったらこのようにできるので、折るときは最初に作った作品と同じように折ります。そしてジッパーを入れてファスナーの端をきれいにしたら完成ですよ。このようにできました。これね、たくさん入りそうですよ。手触りがとてもいいのでおすすめですよ。今日の動画はこれまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。